こんにちは、犬正です。若干透けちゃってるし浮いてるんですが、別に死んでるわけではありません。ホログラムになってるだけで犬正は元気です。隣に夢のようにでっかいチューハイがあるんですが、ここをどこで撮影してるかわかりますか？正解は犬正のパソコンの上です。サムネでバレバレだったかもしれませんが、ホログラムって普段あんまり見かけないので、使ってみると意外と不思議で面白いです。そこで今回は安くて簡単に作れるホログラム投影機と投影映像の作り方をご紹介したいと思います。犬正はホログラムって全然分かってなかったので、動画作成前にちょっと調べたんですが、ホログラムにも色々あるみたいです。現状実用ベースで一番普及しているのは、今回作るタイプと同じくガラスやアクリル板を使って簡単に作れるペッパーズゴーストを利用した胸像投影型のホログラムになると思います。ちなみにディズニーランドのホーンテッドマンションでも使われているトリックなので、かなり昔から実用化されている技術になります。簡単に図で説明するとこんな感じで、45度ぐらいに角度をつけた透明な板の向こう側にディスプレイ映像が立体的に表示される仕組みです。他にもいろいろ説明したいことはありますが、まずは早速作っちゃいましょう。今回の材料はこちら。ダイソーで買った A4 下敷き。これだけです。使う道具はカッターマットとデザインナイフ。あとは金属ガイドのついた30センチ定規。それからマスキングテープ。道具も全部ダイソーで買いました。まずは型紙を作ります。スマホの画面の縦横の長さを定規で測って、こんな感じの図を A4 用紙に書き込みます。ルート2のところはざっくり 1.4 をかけても大丈夫です。画面の大きさよりちょっと小さめに作った方が安定すると思います。犬正は図面描くの面倒だったので、プリントアウトしたものを使います。それでは下敷きの加工ですが、型紙がずれないようにマスキングテープで貼り付けておきます。この時型紙が下敷きの下側に来るように配置すると、マットの表面で下敷きに傷がつくのを防げます。あとは型紙に沿って下敷きをカットします。定規は金属ガイド側に刃が当たるように使いましょう。外側は切り離すのでしっかり切れ目を入れますが、内側の線は折り線なので切れてしまわないように注意しましょう。外枠も完全に切れてなくてもグニグニと折れ目をつけているとパキッと切り離せます。枠が切り離せたら折れ線に沿ってゆっくりと力を入れて折り曲げます。急に力を入れると割れることがあるので、ゆっくりとグニッと折り曲げます。今回工作はこれだけです。工作にかかった時間が7分くらいなので、型紙を含めても10分前後で作れそうですね。あとは YouTube でホログラム用動画を再生してスマホの上に載せるだけです。今再生しているのはレインビビットさんの動画で、猫耳スイッチ縦画面でヒットすると思います。実は縦型のホログラム用動画ってすごく少なくて、他にはないんじゃないかと思います。そこで横型映像に対応した投影機も作ってみました。型紙はこんな感じ。横に長くしただけで他に特徴はありません。横型のホログラム用動画は結構いっぱいあります。初音ミクホログラムで検索すると一番簡単だと思います。横型のホログラム投影機は1枚の下敷きで2枚作れるので、ちょっと気になってたことを試したいと思います。ダブルホログラムです。こんな感じでキャラクター用のホログラムと背景用のホログラムに分けて表示してみます。実際に表示するとこんな感じ。メインのスマホはカメラとして使うので、キャラクターの表示は先代のスマホを使ってます。背景映像は Nintendo Switch で表示しています。スイッチは自動で画面の明るさを調整する機能をオフにして、画面の明るさを最大にしてあります。どうでしょうか？動画にすると枠がちょっと気になるけど、背景とキャラクターを分けるだけで立体感がぐんと上がりました。自分で作ってなんだけど、これはかなり面白いです。背景にそのままスマホ画面を使うとバックライトになってキャラクターが見えなくなってしまうんですが、背景もホログラムにすることで違和感なく背景が表示できます。
動画で伝わるか分かりませんが、視点を少し変えると背景が回り込んで見えるので立体感が増して大げさですが小さなステージを見ているみたいです。犬正はライブって行ったことないんですが、こんな感じなのかな。背景に使っている動画はフリーの背景動画をたくさんアップしているキャンバスさんのチャンネルの動画を使わせてもらいました。綺麗な背景動画がいっぱいあるので今後もお世話になろうと思います。犬正は2台のスマホを使いましたが、動画編集の知識があれば1台の高輝度ディスプレイでも画面分割して多重ホログラムを作れると思います。多重ホログラムって見たことがなかったんですが、昔使ってたスマホが残ってれば安くて簡単に作れるし絶対面白いのでぜひ試してみてください。ホログラム用動画の作り方はいろいろありますが、基本的には表示したい箇所以外を真っ黒にするだけです。動画内の黒い部分は視認できなくなるので、結果透明になり色のついた部分だけが虚像として認識される形になります。 CG やアニメーションソフトの使える人はもうこれだけでホログラム用動画を作れると思います。そんなソフト使えんわって人も大丈夫です。犬正みたいに撮影すればいいんです。撮影に必要なのはどこのご家庭にもあるでっかい黒い布です。そんなもんないわって人は黒い建物をバックに撮影しましょう。犬正は以前ショート動画にした室内物干しに黒布をかけて撮影します。まあこの布も撮影用に Amazon で買ったんですけどね、はっきりしたホログラムにしたい場合は服装は色付きのものを選んだ方がいいです。黒髪の人は帽子をかぶるかバンダナを巻くといいと思います。犬正はベースカラーがオレンジ系なのでかなりはっきり表示されると思います。背景に黒い布を使っても撮影した動画ではこんな感じで布のシワが映ってたりしますが、とりあえず気にせず撮影しましょう。撮影した動画をホログラムで表示してみます。やっぱり背景の黒さが甘いので微妙に映り込んでますね。そこでスマホの動画編集機能を使います。犬正は Pixel 8を使っているので Pixel カメラアプリから撮影した動画を開いて編集アイコンをタップします。そしたら調整からブラックポイントをタップしてゲージを右にスライドしてマイナス100に設定します。これで背景が真っ黒になると思います。ついでに大きさと位置をちょっと変更しておきます。あとはコピーを保存をタップすれば編集した動画が保存されます。他のアプリでも動画編集アプリなら黒レベルとか背景切り抜きとかトーン編集みたいな機能がついてると思うので頑張って探してみましょう。ちなみに今再生しているのが編集後の動画です。背景が真っ黒なので完全に透過しているのがわかると思います。ホログラムについてちょっと補足説明をさせてもらいます。はっきりとした映像を表示する方法なんですが、暗い部屋でスマホ画面の明るさを最大にすると一番はっきりと虚像が表示されます。逆に言うと明るい部屋でスマホ画面の明るさを最低にすると虚像はほとんど表示されません。でもホログラムを見るためだけに部屋を暗くするのは面倒って人は表示装置の後ろに黒い紙とかで視を作るとかなり視認性が上がります。あと犬正は目線と同じパソコンの上に設置したからスマホ画面は気になりませんが、目線より下に表示装置を置くと画面がかなり気になります。そんな時はこんな感じでフレームを作ってスマホを上に置いてしまえば画面が見えなくなります。まあ今度は下から見ると上に画面が見えちゃうんですけどね。下敷きだけの作りだとお試しで使う分には十分ですが、何回も使ったり折り目をグリグリすると簡単に壊れちゃいます。何度も使う人は厚めの紙やアクリル板に表示面を接着して強度を増した方がいいと思います。今回の動画を作るきっかけになったのがセリアの 3D 投影機を買って遊んだことなんですが、これめちゃくちゃ小さい映像しか映らないんですよね。どうせならフィギュアサイズで見てみたいと思って縦型表示装置を作ったんですが、犬正は最終的には多重ホログラムが一番楽しかったです。今回紹介したホログラムの表示方法は安価に作れるものなんですが、3年くらい前からメジャーになって最近では Amazon でも販売されている扇風機と LED が合体したようなホログラムファンって映像表示装置も面白そうだなと思ってます。犬正でも無理すれば買えそうな値段なのでいつか買ってみたいなと企んでます。ちなみにホログラムとは関係ないんですが、犬正は初音ミクの曲って脳症爆裂があるぐらいしか知らなかったんですが、今回のテスト中にボーカロイド曲の中毒になってプチハマり中です。
本当は短い動画にするつもりだったんですが、作ってたら楽しくなっちゃって手が止まりませんでした。道具も含めて500円くらいで作れるし、工作時間も15分くらいしかかかりません。そして何より面白いので、興味が湧いたらぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。